部屋じゃないですか。これ部屋？ね、警察の方がここにはお化けいませんよって不思議だよね。あえていや注意喚起みたいな、そこがちょっとまあ引っかかるというか、あえてね言うのもちょっと気になる。それだけ入っちゃう人が多かったのか、なんか別の理由があるのかちょっと分かんないけどね。こんなとこお客さん案内されるの？これ営業所使ってなかったんじゃないですか。何、部屋の前になんかいいの？勘弁してよ。右側ですか左側ですか。あれって本当にあるものを隠した警察がなんでこんなに動いてるんだろうっていうのは。素材確認してたんですけど、これなんすか？これ落書きじゃないですか。嘘。マジでやばいぞ。すごいね。すげえぞ。ゾゾゾのお時間がやってまいりました。はい、落合さん、本日我々神奈川県の横浜に来ております。横浜。落合さん、横浜生まれだっていうなんか噂が。生まれは川崎、育ちが横浜。ということでですね、早速なんですけども、我々今回とんでもないところに突撃しようということになっておりまして、はい。今回僕たちが向かう場所は神奈川県横浜市にある廃墟、ホテルトロピカルという廃ホテルです。こちらは神奈川県では非常に有名な心霊スポットとなっております。このホテルではその昔、従業員の方が亡くなったり殺人事件が起きて廃墟になったと言われております。建物内ではミサオと呼ばれるその当時の従業員の幽霊と殺人事件の被害者の方の幽霊が出るらしく、足音が聞こえたり真っ黒な人影が見えると言われています。さらに建物内にはですね、血だらけの部屋がありまして、そこが特に危険だという話も有名です。ということで横浜では非常に有名な心霊スポットということで、落合さん一人では心もとないと思い、本日もスペシャルゲストをお呼びしております。パチ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 長尾くんです。ようこそ横浜へ。ホテルトロピカル、今一体どんな感じになっているのかっていうのをちょっと外観我々見てみたいなということで、はい。このですね高速道路の出口、非常に騒がしい中にポツンととんでもない廃墟が存在すると、あちらに見えるのがホテルトロピカルになっております。うわ、これすごくないですか？立ち入り禁止、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 立ち入り禁止になっております。やばすぎる。多分我々が今まで行ってきた心霊スポットの中で一番立ち入り禁止になっているんではないでしょうか。これ非常に車通りの多い道路に面していると。いやいや、本当ね、高速のもう本当そばなのよ。全然なんか他に廃墟がある感じはないけど、これだけやばいね。うわ、すごいなこれ。結構でかいですね。大きいね。こちらの廃墟ホテルトロピカルなんですけども、2020年警察署がですね、県警で初となる公式インスタグラムを開設しました。なぜそのようなことをしたのかと言いますと、ホテルトロピカルへの立ち入り禁止を警告する啓発動画を公開するためだそうです。はで、廃墟ホテルの真実に迫ると題しまして、警察がホテル内部を公式肝試しをするために実際にその企画を決行したそうです。内容としてはここに幽霊はいませんよという動画で訴えたそうなんですね。で、警察署はその公式肝試しについて、危ない箇所を映し出し危険性や侵入すれば逮捕されることをアピールしたということなんです。ということでですね、公式肝試しを我々もやりたいということで、今回交渉に交渉を重ね、超特別に所有者の方、さらには管轄の警察署への事前通知を経て、ホテルトロピカル念願の5年越し公式肝試しが本日実施いたしましたという。でですね、不法侵入はダメだよっていう啓発については、我々も警察署さん所有者の方へご協力できることあるんじゃないかと。我々の動画でも訴えていきたい。ホテルトロピカルには所有者の方がいて、無断の立ち入りは禁止されています。はい、ただですね、幽霊がいないっていうのはちょっと心霊番組としては、はいそうですかというわけにいかないということで、本日は幽霊はいますという啓発動画になっております。いや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 、これはね、申し訳ないけどいそう。ということでですね、こちらホテルトロピカル、今回特別に許可を得て中に入っていきたいということなんですが、一応念のため入るところはちょっとカットしてジャンプして中に入っていきたいなと。ジャンプしてということで、我々ホテルトロピカルの内部に潜入しております。これちょっと周りやばくないですか？いや、この落書きの数よ。おそらく駐車場だったんじゃないかなっていう1階は。
こはそうですね。こちら屋上付きの全5フロアということで、2階と3階と4階に客室が集中しているということなので、本日は1人ずつ各フロアを探索して血だらけの部屋、そこが一番やばいと。一番やばい。その部屋が一体どこにあるのか、そしてホテルトロピカルには幽霊は本当にいないのかというのを我々検証していきたいなということでですね、一番最初初陣を切っていただくのはちょっとうちの内田が万が一の時は安全第一で、いや、まあいつもそうですよ。ということでスタッフ内田がホテルトロピカル呪われた2階を探索していくと。可能なら2階の全室をはい探索していただいて、わかりました。了解です。危なそうな部屋があれば、はいすぐ電話で教えてください。では、内田さん頑張ってください。じゃあ行ってきます。はい、じゃあよいしょ、失礼します。失礼します。よいしょ。おお、こうなってんだね。了解です。階段これか。ではこれより神奈川県、横浜市にある廃墟ホテルトロピカル、2階のフロア探索していきます。お願いします。階段狭えな。これ外階段からなんだ。そしたら外階段から上がる。では2階、潜入していきます。てか落書きすごいね。エレベーターボロボロだこれ。ドアがいくつかありますが、まず手前のこちらからちょっと行ってみましょう。失礼します。おい、びっくりした。はい。ごめん、携帯をマイク上側の方にしてもらってます？ちょっと声がちっちゃいかも。どうでしょう、聞こえます？今聞こえます。ちょっとさっき遠かったんで。はい。はい、じゃあお願いします。はいはいはい。ここはまず一室。はいはい。まあやっぱこういうてか狭いね。こんな狭いの？多分ここにベッドがあってにしても狭いな。トイレがあってお風呂場。ちょささいい。結構天井もまあ当たり前だけどこういうところはボロボロに崩れてて。じゃあ次ちょっと手前のこちら失礼します。結構作りは全部一緒なんかな。失礼します。まあ意外とっていうかだいぶ荒らされてるかな。ホテルトロピカル存在は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。そうですね。やっぱ高速からも見えるかもしれないんで、ここら辺は通ったことがあるんで、記憶の片隅にはなんかすごいのあるなみたいなぐらいでしたね。でもまさかそこに入るなんてっていうふうに思いますね。でもね、警察の方がここにはお化けいませんよって公式で挙げられてるんですもんね。不思議だよね。それをあえてもちろんそのね入られちゃうからもうあえて逆に入っといてもう入んなくていいよみたいな注意喚起みたいなのが取られたんですよね。そこがちょっと引っかかるというか普通に考えたら大事だよねそういうのっていうふうには思うんですけど、あえてね言うのもちょっと気になる節はありますよね。それだけ入っちゃう人が多かったのか、なんか別の理由があるのかちょっと分かんないけどね。だって初めて聞くぐらいですもんね。警察の方がその公式で出すなんて。管理者の人がやるとかって分かるんですよ、少なからず。逆に信憑性今回で高まっちゃうんじゃないですかね。何か、入れる。じゃあちょっと次の部屋行きますか。いくつか部屋はあるけど、あと24567部屋ぐらいあるのか。次こっちの部屋ちょっと行きます。失礼します。フードバーって
多分ここトイレでしょうね。ちょっと開けてみるか。大丈夫かな。おっとい。まあそのトイレだ。奥になんか変わったものはないかな。てか一個一個部屋小さいんだな。失礼します。スタート。隣行きますか。失礼します。あ、ここちょっと床あれだな。ちょっとあれだ、釘がむき出しになってんだな。結構やっぱガラスが割れてるからあれだな、道路から常に丸見えなんだな。特に変わったものはないんだよなと。じゃあちょっと向かいの部屋ちょっと失礼します。よしっとよいしょ。失礼します。いやドア閉まんのマジ怖えな。今のところ部屋がボロボロで落書きされまくっててっていうのが共通か。特に変わったものはないな。マー君はい、今そこで何部屋目ですか？今5部屋目ですね。ざっと見た感じ7部屋ありまして、あと2部屋ちょっと見て、なんか変わった様子はない？今のところ共通してるのは、ボロボロで落書きだらけ。落書きだらけ。わかりました。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、了解です。はい。じゃあちょっと手前の部屋行きますか。失礼します。うわー、電球とかもバッキバキ言われてんな。ここがなんでそんなに人が入ってくるようになっちゃったんでしょうね。車止めるとことかも全然近くになかったし、だし、言ってしまったら逆に人目がめっちゃあるから、そうそう入らないかなと思うんですよね。結構目立つよね。これが山奥というかね、人気のないところだったら分かりますけど、高速も近いから車もバンバン通るし、ね、人通りも別に少ないわけじゃないから。で未だ取り壊されずに存在してしまってる。とりあえずここで6部屋目。特に変わった様子はなしと。じゃあ次一番奥の部屋ちょっと行きます。ここがとりあえず2階ではラストになりますね。よいしょ。いやーボロボロだね。ガラスの破片すごいな。本の切れ端か。ちょっとすいません。1階の皆様聞こえますか？はい。今現在7部屋あるうちの最後の部屋回りました。で特に変わったものはありません。じゃあ問題なければ降りてきてください。はい、了解です。では今からそちらに戻ります。はい、お気をつけて。とりあえず2階はこれで以上ですね。特に変わった様子はありませんでした。では、ホテルトロピカ2階一旦これで終了です。お疲れ様です。2階の部屋はどんな感じでした？ 2階は特にはそういったのはまあ僕も感じるほどではないですけども、なんか普通にこう廃墟を探索しているっていう感じでしたね、2階は。ということでスタッフの内田が2階を探索し終わったということで、続いてスペシャルゲストの長尾さんに3階を心ゆくまで探索してほしいなと。はい、このまま3階に行けばいいんですね。よっこらせよっこらせ。よいしょ。外階段から上がっていきたいと思います。ここが3階。もう高速道路の真横。301まずは301から入っていきますね。ここに避難経路があってマップがありますね。多分僕が上がってきたのが非常階段、非常階段しか今上がれないのか。1234567部屋。マー君と一緒ですね。よいしょ。うおーい。
床がねちょっと抜けそうな感じ。なかなかこじんまりとした部屋ですね。ベッド入れたら何もできないんじゃないか。ここは多分大通りに面してるからかなり埃っぽい、外の排気ガスが入り込んでるような感じですね。301がこの部屋。次に、これが308？ じゃあ次308。ここもかなり朽ちて、天井はもちろん床落ちてるし、途中まで多分解体しようとしてたのかな。やっぱ301よりかは若干広そう。ベッドはなくなってた。ベッドないですね。だそれはじゃあもう取り壊したというか回収したのか。307。ここも同じですね。かなり荒れ果てて。でもそっか、便器がこっちにあるってことは誰かがやっぱ向こうがいたずらでこっちに持ってきてる可能性もありますね。びっくりした。何？しょうちゃん。びっくりした。しょうちゃん大丈夫かい？大丈夫です。びっくりした。どうしたの？いや、今扉閉めてね、風呂場に入った瞬間にガタガタっと音が聞こえたんで、外から聞こえたような気がして、多分自分の何か踏んだ音とかだと思いたいんですけど、なんかすごい音鳴ったよね。そうすごい音が鳴った。そう、めちゃくちゃちょっと今びっくりしたんで今。じゃあ引き続き気をつけて。はい、わかりました。足元も気をつけていきたいと思います。このホテルではその昔従業員の方が亡くなったり殺人事件が起きて廃墟になったと言われております。建物内ではミサオと呼ばれるその当時の従業員の幽霊と殺人事件の被害者の方の幽霊が出るらしく、足音が聞こえたり真っ黒な人影が見えると言われています。黒い人影を見た、従業員の方が亡くなられたという噂。ちょっとねドキドキしますね。次302に行きたいと思います。これもなんか扉閉まったら開かないんじゃないかっていう怖さもありますね。扉が閉まって、よし、荒れっぷりは変わらないですね。鏡もあって、何これ、絵かな、落書きかな。誰も来てないよね。誰も来てないですよねって言ってる。なんか甲高い音がちょこちょこ入る。だそれが外から聞こえてる音なのか、翔ちゃんのこの電話越しに聞こえる音なのかがちょっと分かんないんだよね。でもちょっと甲高い音がところどころ入ってんだよな。ピャーって聞こえるし、びっくりするよね。なかなかアーティスティックな。これも若干掃除というかまとめられてる、まるで本当になんか解体業者の方がバーって集めたような感じですね。いや、今この扉の外というか部屋の外、廊下に人がいるような気配がすごいしたんだけど、
気のせいでありたい。次303かな。で304がなくて305、306ですね。合ってます。303に行きたいと思います。血だらけの部屋という話もね聞いてるんで、もう何血だらけの部屋という話をね聞いてるんで、今なんか聞こえましたよね。女の人っぽい声聞こえませんでした？聞こえた？え？これはね、黒い人影っていう話があるから、まあ、鏡もそうですけど、この自分を映してる自撮りのやつもあんま見たくないというかね、奥に行けば行くほどちょっとやだよな。306。ここも変わらず。落合さんたち。はい。3回全部屋回りました。了解。じゃあ降りてきてもらっていいですか？わかりました。はい、お願いします。はい気をつけて戻ってきてください。はい。ただいまです。どうでした3階は？怖いですよ。というのも、その一部屋一部屋入って、まあいろんな音が聞こえるじゃないですか。もう車の音、もうずっと雑音はしますけど、普通に廊下に人いるみたいな。一回聞こうかなと思ったぐらいですよ。来てないっすよねっていうような。俺今誰かいるみたいな。本当それが怖かったですね。ということで大変お待たせいたしました。メインパーソナリティ落合さんのターンになっております。よくあった？ OK ですね。僕はちょっと言ってますね。ということで落合さん、4階は生きて帰ってこれないかもしれないです。いや遠いんだよな。まず4階に行くまでもう一人？はい、ちょっと階段危ないんで、落合さん安全第一で頑張ってください。でも階段危ないんでしょ？くれ。じゃあちょっと4階行くよ、ちゃちゃっと。この上かな？この上。うわ高い。高い。ちょっと待って、高い。むっちゃ高い。待って、むっちゃ高いから怖い。まず高い。じゃあ入ります。うわ怖っ。やだ。俺もちょっとほんとマジですぐ帰るからね。うわ怖い。401。うわこれよくみんな入ったな。うわ失礼します。うわマジかよ。ちょっと待って、落書きすごいんですけど。狭っ。ちょっと待って、これ部屋？風呂あるか？部屋か？もういやこれちょっと廊下怖すぎるって。結局8号室まであるけど4がないから7部屋。そうです7部屋。じゃあ血まみれの部屋があるとしたら4階しかないですよね。とりあえずなんかそれっぽいのはなかったですね。3階は2階もなかったですから、やっぱ4階。落書きで上塗りされて消えちゃってる可能性ももちろんありますし、あとは落書きが血まみれのように見えてる。もうちょっとこれ部屋番号わかんないけど、多分部屋。うわ入るよ。ごめんなさい、失礼します。ちょっと待って、落書きがマジで多い。怖すぎるってこれ。うわすごいよマジで、壁一面。いや7部屋っつったよね。うわもうちょっともう2部屋今2部屋。ちょっと待って、ここ待って、めっちゃ部屋密集しとる。ちょっと待って、開かない。ダメだ、開かない。一部屋開かない。ちょっとここ開かない。違う部屋行く。ちょっともうそれドアが真っ青。
うわ失礼します。うわちょっともうやだよ。ちょっともうやだよ。もう一人無理。もうね、みんなが言うように部屋は狭いです。一部屋は狭いです。ベッドもない、テレビもない。気持ち悪い。あと2部屋だっていきますよ。ちょっと聞いてるよね。みんな聞いてるよね。聞いてるよね。聞いてます。怖い。ちょっと携帯急に出さないでよ声。もうびっくりした。いやボロボロ。でもね、壁の落書きは本当にすごい。もう何これ。すごいよこれ。どういう意味があんのこれ。いやだってこれ一人の仕業じゃないよね、この量。もういろんな人が出入りしてさ。いやそりゃこれ警察も入るよ、こんだけ荒らされちゃ。でこれ一番奥の部屋です。405。うわ失礼します。うわちょっともうやめてよ本当に。最後なんかちょっと広そう、ここの部屋。ちょっとやめてその音。うわ破壊もされてんだよね。ただ落書き書いてるだけじゃないの。壁もぶっ壊されてるし、取り壊しの途中でもあった。でもそれが止まったのか、その後いろんな人たちによって落書きされ壊され、こんな姿になったということでしょうか。ダメだ、もう息が詰まる。苦しい。もうこの廊下がマジで怖すぎる。ちょっと皆さん終わった。もう帰るよ。全部屋回りました。全部屋回りました。まあ一応。はい。安全第一で戻ってきてください。戻ってきてください。はい。もうちょっと本当無理。怖い。お疲れ様です。ということで落合さんが戻ってきましたと。血まみれの部屋みたいなのはあったんですか？いやまあその感じは別になかったですけどさ、その落書きでね、なんかその赤くペイントされてるところはあったけど、血まみれっていう感じじゃないけど。どうですか、なんか皆さんの2階3階でなんかこれが言われてる部屋なんじゃないかみたいな。いや2階も特にこの部屋かっていうような場所はないですね。血まみれっていうのを連想する部屋は一切なかったですね。3階も特にそういった部屋はなかったですね。ずっと言ってますけど落書きがすごいので、さっき山本さんとも話してたんですけど、その血まみれの部屋っていうのもその上から落書きされちゃったら分かんないし、もしくはその落書きが血まみれのように見える部屋っていうのもあるのかな。5階ってあるんでしたっけ？一応行けそうな階段はあったよ。5階あるんですか？屋上じゃなくて。屋上なんだけど部屋はあんのかなっていう。ちょっと見に行きますみんなで。ここが4階。5階、屋上だ。屋上だね。ちょっととりあえずこっち入るよ。でもなんか部屋ありそう。部屋ありそう。足元気をつけて。足元部屋だな。部屋ある。なんかありそう。ちょっと覗いてみよう。足元気をつけてね、本当に。よく踏みしめながら。普通に部屋ですね。5階まであるんだ。トイレもお風呂もあるわ。ここに案内図があるんだ。部屋書いてないんですよね。そう、部屋は書かれてないんですけど、扉のところにプレートが貼られてるので。いや怖っこれ。そこが502になる。いや、書いてないな。びっくりした。屋上しかないって聞いてたけど、あるっちゃあるんだ。でもこんなとこお客さん案内されるの？でも部屋だよ。ちゃんとした風呂もあるしトイレもあるし。でも落書きは少ないな。これ使われてなかったんかな。落書きはめちゃくちゃ少ないっていうかない。
すごい綺麗。荒らされてない。客室っぽいじゃぽい。客室だと思うよ。その我々が見てきた客室と作りはね近いですよ。ただ僕らが見てきた部屋は多分こういう壁にもう一面に落書きが書いてあるんだよ。もうズワーって一切ないっす。一切ない。だって蛍光灯も割られてなくないですか？見つかってない、そのほとんどの人が見つけてない部屋。見つけてない部屋っていうかまあ5階、まあ我々もその屋上だと思ってたじゃないですか。だから気づかなかったプラスアルファ、これ営業中使ってなかったんじゃないですか。っていうのもそのドアプレートに番号振ってなかったのと、さっき気づいたんですけど、扉の上のところになんかプレートみたいのが外からつけるようなプレートがあって、突き当たりがなんかハワイ島って書いてあったんですよ。多分だから部屋のシステムっていうか番号がこっち名前だったりとか。ってことは改装前に使ってた部屋。当時のものが全然ないから、チラシだとか部屋版とかナンバープレートとかそういうのがないから。で、まあさっきもこれ言ったんですけど、ここのこれこういうとこがまあ多分部屋のライトだったのかな。そのいたりいなかったりでライトで示したりとかするんで、プラスそこにプレートがあってもおかしくないかなみたいな。だからああいう風にハワイ島みたいな。うわー重い。でもこっちは落書き結構あるわ。なんだろう。なんでさっきのところこれは壊されてますね。どういう基準なんだろう。赤いっちゃ赤いけど血まみれじゃなくて普通にアートの感じだからな。この外枠のあれがなわけないですよね、これが。もともと上からっていうわけでもなさそうか。違うね。塗料が垂れてきてるから。まだあと一番奥が残ってます。これ部屋か？部屋じゃないですか。これ部屋？これ扉ないですか。これ部屋？扉っていうか覗き穴あるっすよ。本当だ。これドアの覗き穴だ。奥また部屋ある。部屋じゃないんじゃない？いや部屋だなあれ。右に扉ありますね。ある。部屋だ。客室ですか？客室かも。そんなところ客室なわけないっすよね。まあさすがにだから多分従業員用ですかね。うわーなんだ台所か。台所だ。うわちょっと怖っ。何ここ？従業員用のスペースかな。そうっすね。普通に居住スペースみたいな。布団だ。布団だね。バックヤード的な。っていうか多分事務所待機室というか従業員の待機室みたいな。ここで寝てたんですかね、スタッフさん。まあでも別に血みどろみたいな感じの部屋では全然ないね。ここの部屋の横の外壁はちょっと真っ赤でびっくりしましたけど。あれびっくりした。そういうことなのか。血は連想しないっすよね。しないね。ちょっと。これで5回全部ですよね、多分さすがに。ちょっと待って。開かない。ダメだ、開かない。一人開かない。さっき402開かないって言ってたじゃないですか。403から隣で行けないかなみたいな思ったんですよ。部屋つながってるみたいなんでベランダで。再びの4階です。ちょっとベランダを確認しようか、隣の部屋の。でちょっと危なくなさそうだったら行きたいんだけど、ちょっとでも危なそうだったらドアの方当たってみよう。これ402。隣の部屋がこれ。でそこが403って書いてある。
やいけそうですか？下からあ、でも危ないね。いや危ない。いけなくはないけど、そのもう割れたガラスがこう周りに張り付いてるからそれは危険ですね。ちょっと危ない気がしちゃうな。危ないから試しますか。ちょっとドアノブはどうですか？うん、なんか硬い。微妙に動いてはいる。微妙に動いてる。だから今ガッてやればこれ鉄板っすか？扉。不安なのかな。じゃあちょっとみんなで思い切って。いっせーのせ。おお嘘嘘でしょ？マジでうわこれマジでやばいぞ。すごいね。すげえぞ。いや、まあ上まで。ペンキではある。こっちもすごいぞ。床とかもほらでももうこれ年月わかるっていうか、ほこりがもう、汚れとかほこりが積み重なってるからもう別にここ 1,2 年とかじゃないですよね。でもさ、これさ、落書きないじゃん。この手形がなかったら落書きほとんどないんだよ。だからもうあれだ、これ落書きが上に乗ってるからもう古いですよ。もう手形が先なんだ。そうですね。その上で落書きされてるけども、落書きされてる数が圧倒的に少ないね。いろんな心霊スポットを回ってきましたけど、悪趣味さダントツじゃないですか。1位だよこれ。すごい。待ってめっちゃ音した今。してる。カチャンカチャンカチャンって。ちょっと待って。落合さん、LORD ってどういう意味ですか？ LOR ロード。なるほどね。聖書かな？何それ。いや、なんかここに破かれて置かれてたんですけど。こっちにも落ちてる。じゃあ聖書だ。主よって意味ですかね、ロードって。なんかそんなの。そうか。マイロードとかそういう。はいはいはい。Now my God。聖書っすね。何にも落ちてなかったハイホテルにここに唯一聖書が。聖書の切れ端。これはきつい。いやー、気がめいってくるですね。いやこれはちょっと長居できない。気持ち悪い。ちょっと大変申し訳ないんですけど、ちょっとここで実証実験やってみたいなって。内田にも固定カメラ持ってきてもらってるんで、いやなんかあるだろうなと思って持ってましたけど。ちょっと相談したいなって。そうだね。バックか。まあ何がですか？おかしいな、ここでやるってもう絶対おかしいって本当に。もうちょい下がいいな。撮ってる。撮ってね。いやー、よし、じゃあこれバンクラウンじゃないですか。どうする？どの辺に？白黒にするか。この白。ということで、ちょっと落合さんたちと話したんですけど、この部屋 YouTube でバンされるんじゃないかって。もしかしたらちょっと使えないかもしれないんですけど、じゃあやりないじゃん。まあ一応ね。一応はちょっと素材として。ないよりはあった方がいいかな。じゃあ我々デイリー山崎で待ってるんで。遠いなおい。万が一何かあった時は助けてください。行くか。なんで何も言わないの？助けてくださいね。いやこれはまずいっすよ。これはまずいね。まずい。マジでマジかよ、完全同士。ではこれより、神奈川県横浜市にある、ホテルトロピカル、問題の、赤い部屋、血まみれの部屋、発見しました。でこれより実証実験、開始します。マジやだ、ここすげえやだ。おっかねえマジで。もうなんかもうやだよ俺もう。何をもってしてこんなことするかね。本当に怖いマジで。
通に気味が悪いんだよな。本当に怖い。30分は長えよマジで。なかなかにえぐいって本当に。足音聞こえるな。みんな落合さんたちじゃないよね。今引きずるような足音聞こえたんだけど。落合さんたちじゃないよね。この階にいるの？誰？車の中でわかんない。なんでここだけ鏡割られてねえんだ。浴槽のこの鏡だけ割られてねえな。ちょっとほらほら、すごい綺麗に残ってる。何、部屋の前になんかいんの？勘弁してよ。ちょっとなんか話さないとな。いやもうずっといると気分悪くなるなここ。これって何聞こえてんの？カメラに入ってんのかな？これなんか翔ちゃんの時と落合さんの時もなんかたまに聞こえてたけど、なんか引きずる音すんだよな。部屋の外だよな。殺人事件があったっていう噂あったけど。落合さんですか？番号覚えてます？防護室はなかったんですか？ここが一番奥に一番左側で右側にある。これちょっとこれなんすか？何？素材確認してたんですけど、これ今落書きじゃないですか？そういう影か。しっかりしろ。しっかりしろ。もうなんかすげえ入り口気になるな。なんだ怖えマジで。びっくりした。ちょっと落合さんのとこに電話してみるか。通じっかな。
なんか毎回みんな俺の電話の時だけ出ねえよな。本当に出ねえじゃん。いやちょっともう俺の顔に反応してんだよね。そうだよね。ちょっとやっぱギブ、ちょっと無理だ。ちょっとギブ。落合さん、落合さん、ちょっとこれあの部屋30分きつい。あれちょっとじゃあ内田さん、もうちょっと近くにいて。ちょっと怖かったと思うんですけど、出てくる前にちょっと電話欲しかったっすね。したぜ俺。電話来てないよ。誰にしたの？こいつら。今落合さんの素材を確認してたんだけど、壁のこれ壁じゃん。これなんだと思う？で黒いのあったよね。この後この壁の端っこかな、これちょっと最後に確認しに行きません？405号室ですか？いや405じゃない405の手前の部屋。手前？右側ですか左側ですか？405を正面にしたら左側の部屋。左側。じゃあそれつけていただいて。406っすかね。何これ？すごいよこれ。ちょっとそこだけ確認したい。いや黒い落書きだったらいいんですけど、すごい人に見える。405の手前って言ってましたけど、ここがマー君が実証実験してた402で、さっき映ってたのは多分この部屋だと思う。一番奥じゃないんで406だ。黒い影みたいになるやつがあればいいんですけど、この部屋は来た。この部屋に来たのを覚えてる。でいやない。さっきの多分映像だと多分この辺映ってたと思う。この辺。しかもあれ文字書いてないですか？あ、書いてある。本当だ。ミサオ。本当だ。怖い。なんだっけ、ミサオってなんだっけ？従業員の霊がミサオ。噂で出てくる幽霊の名前がミサオっていう従業員の人じゃないかっていう噂が。ちょっとごめんね。嘘。これ気づかなかった？全く気づかなかっ本当だ。ちなみに押し付けだったらそれでいいんですけど、さっきのマー君が実証実験してた赤い部屋って「死」って書いてあったんですよ。ここ「殺」って書いてあるんですよ。で落書きいっぱいあるからそれぐらい書くでしょっていうのもあるんですけど、死とか殺って意外にこの廃墟ないんですよ。そうなんです。確かにちょっとこうネガティブなのはそんなになかったですね。だから死んだ従業員っていうのはどう死んだか分かんないもんね。どう死んだか分かんない。殺されたかもしれないし、その殺人事件ともしかしたら亡くなった従業員っていうのはもしかしたら分かれて噂になってはいるけど本当は一個の事実だったっていう可能性もあるし。なるほどね。元をたどればみたいな。みんな落合さんたちじゃないよね。今引きずるような足音聞こえたんだけど。落合さんたちじゃないよね。この階にいいの？誰？なんかすげえ入り口気になるな。なんだ？これって何聞こえてんの？カメラに入ってんのかな？これなんか翔ちゃんの時と落合さんの時もなんかたまに聞こえてたけど、なんか引きずる音すんだよな。部屋の外だよな。何部屋の前になんかいんの？勘弁してよ。何これ。
ということでお送りしましたホテルトロピカル、内田さんの壮絶な一人ぼっち撮影を経て衝撃の事実が判明してしまったという。単純になんか噂が一人歩きしただけのホテルなのかなと思ったら、結局なんかそのね一番見れの部屋ないじゃんとは思ってたんですけども、千恵さんが一人で行かれてる時に開かない部屋があると、なんかそこっぽいなと思ったら案の定予想以上にとんでもない部屋でしたね。気配がすごいですよね。これがだから実際本当に警察の方がね何もいませんよって言った動画を出したとはいえ何かいるんじゃないかなっていうふうには思いますね。ちょっと見た目のインパクトがでかすぎて、ここまで落書きが多い場所っていうのもなんか久しく見てない気もするし、やっぱりマー君がね実証実験したあの部屋、あれはちょっといるだけで気持ち悪くなるような、頭が痛くなるような、気が狂いますよ。ちょっとねおかしくなるよね、あれはな。そうですね、気がめいるというか、やっぱあれをやる人間が実際いたわけで、その人の狂気性というかね、なんかそれを想像するとものすごく怖くなりました。なんか非常になんか危なっかしい場所だなって、そんな印象です。なんか勝手に解釈しちゃったんですけど、あれっていたずらじゃなくて本当にあるものを隠したものなのかなともちょっと思ってて、警察がなんでこんなに動いてるんだろうっていうのは若干感じましたかね。血の上にあれをかぶせてっていう、山本さん、それは気づいてはいけないことの可能性が。公安にマークされますか。ということでですね、落合さんには ZOZO ポイントをつけていただいて早々に撤退したいんですが、ホテルトロピカル ZOZO ポイントは4。いやめちゃくちゃ怖かったよ。めちゃくちゃ怖かったし、最後ねその僕が行ってたであろう部屋に、文字が書いてあったりとか、ね、黒い影があったんじゃないかとかね、なんかもう掘り返せばなんかいくらでもちょっと怪しい事象が発生してるなっていうのはあるんですけど、でやっぱりその一番怖かったのは実証実験したマー君だと思う。だからそこはマー君が怖かったっていう感じですね。それでマイナス1ポイント。はい。でも本当に怖かった部屋はマー君が実証実験してた部屋じゃなかったっていうオチなんですけど、なんかすごいもやっとする。ということでですね、ホクホクな取れ高になったんでしょうか。いや結構取れたんじゃないですか。逆に取れすぎてなんか映せんのかなっていう場面もねいくつかありましたから、そう見ましたね。だからこれがね、無事に配信されてることを願うばかりです。一回ちょっと録画停止して、これどこだ、どれだっけ、これか、よいしょ。